みが後でとても役に。アイロンもちょっとコツがありまして、これでピンタック部分がきれいに縫えました。こんにちは、服工房の村です。今回はこのような前に切り替えのある部分にピンタックを入れる、正確に簡単に入れられる方法を動画で説明していきます。今回はこれ30番の、服工房の型紙30番のもので、作ってみているんですけども、その他であれば009番の丸ヨークシャツ、あと034番の小さな襟のラウンドカットシャツなどでも応用ができますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。それではピンタックをきれいに正確に縫うコツというのをやっていこうと思います。ピンタック、今回はこういうこの部分切り替えになっているようなデザインのものについてやっていくんですけども、ピンタックの部分、最初に型紙を切り開いて縫っていくとやっぱり多少ずれたりとかしやすいので、縫ってから裁断ということにしていきます。こんな風に大きめに切って後から裁断する方法をとります。で、前端はここちょうどに使って、あとピンタックの印を入れて縫って、縮めて最後に裁断をしていくので、ここからここのゆとりというのはピンタックの本数とピンタックの幅によって変わってきます。で、上下は2センチぐらいずつ、余裕があれば2センチぐらいずつはあると後々裁断もしやすいですね。で、ピンタック、どんなピンタックを取ったらいいんだろうって迷われることもあると思うんですが、自由です。自由って言われると分かりにくいですよね。こんな風に、ちなみにこれは、1.5 センチ間隔で5ミリ幅のピンタックをつまんでいます。そしてこれは、もうちょっと幅も広めで7ミリのタックをつまんでいます。で、こう見え方も変わってくるので本当に好みです。で、これは、5ミリなんですが、細く2ミリとか3ミリとか1ミリ半とかでつまんであるものもあって、それも本当に自由なので、このやり方でいろんな幅のいろんな感覚のものを、やってみてもらえたらいいなと思います。それではちょっと正確にできるというやり方を説明していこうと思います。まずは先に決めないといけないのはピンタックの幅とピンタックの本数ですよね。これに関しては、ここちょうど今私が着ているものなんですが、ここにステッチがかかって、ここから2センチ離れたとこから1.5 センチ間隔で取っていこうと思います。まず型紙に一応印をつけます。これで何本入れればいいかというのが分かるので、ここまで入れた方がいいか。1.5 センチ、2センチ開けて1.5 センチ間隔で1234567、一応8までしておきます。8本ですね。8本で、ここ5ミリの、タックをつまんでいくので、5ミリここで往復になるので、この間で1センチずつゆとりが入るようになっていきます。それで8本なので8センチはゆとりがいるようになりますね。こういうふうに荒立ちするときに8より多く、ここ端はもうきちっと裁断をして地の目を通してるんですけど、
ここ一番端からここまでが8より多く、8だとギリギリなので、プラス2ぐらいの10センチぐらいゆとりがあると良いです。これで、秘密兵器作っていきます。よいしょ。こんな紙を、これコピー用紙とか白い、ノートとかでもいいんですけど、こういうものにまず、印をする線を描いていきます。まずだいたい真ん中ぐらいにこう直角に線を入れます。そしてこの裁断した前端から1本目6センチ、まずここから6センチ1本目、ちょっと印をします。それでこれ間隔が 1.5 に、5ミリのタックなので往復になるので1センチゆとりを入れて、ここからここまでは 1.5 センチプラスタック分往復1センチなので、2.5 センチいるので 2.5 センチ印をします。この 2.5 センチ間隔が8本、今1本2本3本、物差しでこうやって印を入れていきます。何本かな、123456788、これで OK ですね。これで、ちょっと長めに直角にこっちにもこっちにも線が見えるように長めに印をします。この紙が後でとても役に立ちます。とっても便利なんです、実は。これでじゃあ、この今回ちょっとこのシーチングでやっていくんですけども、これに印をつけていきます。左右ですね。これは前中心の右左と思ってもらったら良いです。で前端はもうこの型紙の前端でこう切っているので、あとはこの印をつけていきます。今回はフリクションペンでつけていきます。私はアイロンをかけずに手で折って縫っていくんですけども、アイロンかけたいっていう方はこのフリクションペン消えちゃうので、別のもので、水で消えるものとかいろいろあるので、布に応じて使ってもらったら良いと思います。これまず下の方からしますね。この前端直角に、ここの端とこれ今直角にこうしてるのをこの線で折っています。こうするとここが直角なので、この直角のこの端とこの布の端をこう合わせてもらって、この線に全部印をちょんちょんつけていきます。これ上から下までで、4箇所ぐらいつけておくと、時々ここからここと上と下だけつけておくと真ん中がこうよれたりしやすいので、4箇所ぐらいつけて折ると確実ですね。ちょんちょんつけていきます。これをすることによってちょっと最初計算とかが大変かもしれないんですけど、いちいちこうやって物差しで 2.5 ってつけるのはとっても大変なんですが、これ一つあると左右分にも使えるのでとても便利です。ここ直角に合わせます。これで印がつきました。次に、これ右左をするときはこれよいしょとひっくり返した時にも使えるように、ここはちょっと上下に長く線を入れてました。こ
今度はこっちが前中心で、左身は同じようにこうやって直角と前端の線をこう合わせてちょんちょん印を。これでこの線をつないで置きます。これで線が引けました。これを手で折っていきます。全部最初に折っておくと後で縫う時が楽ですね。綿の生地なんかだともう手で折っただけでも折り目がつくので、これで手で折って縫っていってもいいですが、ポリエステルとかちょっと手で、折りにくいものがある場合はアイロンで折ったら良いです。もうちょっと強力にしたい時はこのコロコロオープナーっていうものがあるんですけど、これで折り目をちょっと強力にしておくとより縫いやすいです。この折ってるのがピンタックの山になります。これで8本分折れたので、次にミシンで縫っていきます。それでは5ミリで縫っていきます。これは職業用のミシンで、職業のミシンには5、7とか10とかこう書いてあって、この端に合わせれば縫えるんですが、もしこの目盛りのない方は、針の位置から5ミリのところにマスキングテープで印をするとか、あとこういう磁石を取り付けたりして縫うととても縫いやすいです。これで均等の幅で縫っていきます。縫っていく時に普通に縫ってしまうとどうしても送り刃がこう下ばっかりこうギュッと縫い縮めてしまうので、ここはややこう布をピンと張る、針に影響があると針が折れちゃうので、針に影響を与えないように布をピンと張って縫う。こういうふうに縫うと上下のよれがなく、ピンタックもきれいに縫えます。これで8本縫えました。それではアイロンをかけていきます。アイロンもちょっとコツがありまして、普通にこういうふうに置いて、ここをパッと測ると今9センチあります。でも本当はこう 1.5 間隔なので、1.5×1、2、3、4、5、6、7、10.5、ここが 10.5 センチになってないといけないですけど、ふわっておくと、
約9センチ、あと1.5センチはこのゆとりにふわふわふわっとゆとりになってしまっていて、これ均等にアイロンもかけないと左右が違ってくるので、ちょっと布の厚み分もあるので 10.5 まで大きくはできないかもしれないですが、10.5 を目指してアイロンをかけていこうと思います。で中心はこうぐねぐねならないように、中心はまっすぐにこう置いておきます。こっち側、脇側の方で寸法をこうちょっと引っ張って調整していきます。で、ピンタックは脇側に今倒しています。だいぶこっち側とこっち側だいぶ違いますよね。ちょっと整えます。整えて引っ張ってアイロンをかけたんですが、これ 10.5 になる予定が10に平均してなってます。これは布の厚み分もあったりするので、このぐらいはちょっと寸法に取られてしまいますね。こういうことがちょっとこう幅で取られて縮んだりとか、縫い目も 5mm で縫っているようで1本 5.5mm とか細かく言うと 5.1mm とかでだいたい縫ってしまっていたら、全体に 5mm ぐらい縮んでしまったりしやすいので、その時には左右対称になるように、今10にもう平均して10になってるんですけど、これが左右対称に10になるように合わせて、アイロンをかける努力をすると左右対称になるので良いと思います。これで裁断をしていきます。前端はもう決まっているので、前端はこう決めておいて、これで裁断をしていきます。これで裁断ができました。左右対称に、この位置とかが左右対称になるように気をつけて、裁断をしてください。で次に、もうこれ放っておくとどんどん上からこうミシンの糸がほどけていってしまうので、ここをミシンでこう留めて、これ以上ほつれてこないようにしておきます。タックのほつれ止めのミシンをかけていきます。端から 5mm のところを縫います。これでピンタック部分がきれいに縫えました。ピンタックが出来上がりました。このようにこうピンタックを入れることによって
ここを何もしない無地の時とまた表情が変わって、同じ型紙でもこう2種類楽しめるようになるので、こういう風にアレンジして、洋裁を楽しんでもらえたらなと思います。もし、今後こういうものもやってほしいなとか、こういうところがわからないんだよっていうところがあれば、またコメント欄に書いていただきますと、動画にてアップできると思いますので、是非コメント欄お願いします。